こんにちは、深夜です。今年ももう2月となったのですが、去年2021年で僕の買ったものの中で気に入ったものを今日は適当に紹介していこうと思います。やはり Apple 製品がどうしても多くなってしまうので、その辺はご了承ください。それでは紹介していきます。はい、MacBook Pro です。これはもう僕の命とも言える存在で、YouTube の編集だったり、生配信だったり、曲作りだったりで、もうこれがないと生きていけません。とりあえず14インチを買ったのですが、普段家で使うときは27インチの画面につなげてやってて、外に持ち出すときはなるべくちっちゃい方がいいと思ったので14インチにしてみました。 MacBook Air です。これはさっきの MacBook Pro は編集とかするときはあれじゃないとダメなのですが、編集するまでもない時に外で使いたい時はこっちを持って行ってます。こっちも M1 チップが積んでて軽いのですが、とてもパワーがあってとても十分な仕様となっております。バッテリーの持ちも十分で、ちょっとした作業にはこれを持って行ってます。Apple Watch 7です。これは結構通知に一番使ってて、LINE とかの通知はもうすぐパッと見れるようにしています。僕はこういった LINE とか返すのが早い方なので、例えば2時間以上とか LINE 返さない人とかいると、なるべく距離を取るようにしています。 iPhone 13 mini です。これは YouTube で開封動画も上げたと思うのですが、 iPhone 13のミニサイズを使っています。でケースは僕はずっと手帳型のを使ってたんですけど、今回からこの首掛けのケースにしてみました。これはもともと外を動き回る謎解きの時にLINE で答えを入れてこっちでメモしてっていうのをやるので、いちいちポケットから出したりしてると時間のロスになるので、この首掛けを試しにやってみたところ、とても使い心地が良かったので、もう普段からこれにしました。ここにはクレジットカードと1万円札が一応予備で入れていますが、基本的にはこの電子マネーで十分事足りてるので、このカードと1万円はもう使ったことがありません。で、家の鍵とかももう iPhone で開け閉めできるようになっているので、基本的に外出するときはこれと Apple Watch だけつけて外出しています。カバンにいっぱい物が入っている人とかはちょっと理解ができません。 iPad mini です。これも開封動画を YouTube で上げてます。ケースはなんかこんなのにとりあえずしてみました。ここにペンとか入ってとても便利です。で、僕はここにマジックスタンドという装置を貼り付けてるのですが、これがとても便利で、こんな感じで自由にこんな角度で立てれます。で、ここはピッと取れるようになってて、横向きにもつけれます。で、このシールを買い足せば他の iPad やら iPhone やら Nintendo Switch やらいろんなものに使えます。で、しまうときはこんな感じでパッとしまえて、とても薄くなって便利です。
これはここの iPad Pro の部分は2年前に買ったやつなんですけど、この白いマジックキーボードです。これ実は iPad を買った時に一緒にこの黒い方を買ってたんですけど、去年ホワイトが出て、僕はこういったものは結構白で買い揃えているので、白が出たということでこの白いやつを買い直しました。とても満足です。 DJI Pocket 2です。これはカメラなんですけど、 YouTube の外ロケ、山手線とか、たこ揚げ動画とかトイザらスとかはこのカメラを藤枝くんに持たして撮ってもらってます。外ロケとかするときはこうスマホとかでこう構えてたり、ビデオカメラとか構えてると、なんか周りの人からYouTuber がいる、誰だろうと思って見て、誰やねんってなるので、そういった時このカメラならなんかこんな感じでこういかにも撮ってませんよ的な雰囲気で撮ってもらうことができるので、とても役立っています。ここにジンバルがついていて手ぶれもしないので、カメラ素人の藤枝くんでもしっかり撮れることができます。でこれは買ったすぐ直後ぐらいに白いのが出てしまって、それをちょっと今どうしようか考え中です。はい、ロボット掃除機です。これはネアボットという掃除機なんですけど、僕はずっとルンバを使ってたのですが、ちょっとルンバが黒っぽいのがずっと気になってて、なんかいいのないかなと探してたのですが、そんな時このネアボットをクラウドファンディングで見つけてすぐ注文しました。で、白いのはとても良くて、もちろんゴミ掃除が終わったらそのゴミを集めてくれる機能もついてるし、なんと水拭きもできます。でアプリで部屋のマッピングもできて、自由に掃除もポイントでできたり、いろんな機能がついているのでとても満足しています。ゲーミング PC です。これはデッドバイデイライトをもう PC でやろうと思って、友達のゲーム実況者ホジョレオ P さんにゲーミング PC どれがいいですか、白色がいいですと伝えると、これ買ってくださいってリンクが送られてきたので、そのまま買いました。それに伴いこのキーボードとこのマウスとマウスパッドも言われたまま買いました。であとこれはプレステの人たちとボイスチャットをするために買ったミキサーです。でこれでデッドバイデイライトをやってみたのですが、このキーボード操作が難しすぎてちょっと全然まだできません。練習中です。これはニューワーの三脚です。この三脚は、もちろん普通の三脚としても使えるんですけど、僕がよく作ってみた動画とかでこの前からのカメラとこう上からの映してるカメラがあるんですけど、最初はこう iPhone をなんかこうアームでつないでなんかこんな風に撮ってたんですけど、ちょっとそれの見た目があまりにもちょっと気になってたので、この三脚を買いました。こうやることによってここにカメラがつけれて、こんな風に上から撮ることができます。
これを使うことによってずっと気になってた変なアームも解消されました。ドットール・ブラニエスのカーパルファムです。これは車用の芳香剤なんですけど、僕は運転はできないのですが車は持っているので、後部座席のエアコンのとこにつけています。これは僕が普段部屋でも使っているロッソノービレという香りと同じのが入っていて、部屋でも車でも同じ香りを漂わせています。ビス20というボードゲームです。去年、何十個とボードゲームを買ったのですが、その中で一番面白かったのがこれです。これはこういった数字カードとこういった動作カードをランダムで引いて、1の時にこの動作をするとか5の時にこの動作をするっていうのを1人ずつ覚えていってやっていくゲームです。例えば12345がそれぞれこのカードだとすると、っていう感じです。はい、円卓です。これは普通は中華料理の時のように料理をこうくるくる回して使うものなのですが、僕はボードゲームの時にすごく役立っています。カードとかをここに置いてみんなに配ったり、自分の手番の時に自分のやりやすいようにこのボードを回転させたりしてゲームをやっています。はい、といった感じで2021年買ってよかったものを紹介してみました。ちょっと趣味が偏っているので皆さんはあまり参考にはならなかったと思いますが、何か気になったものがあればぜひ買ってみてください。それではさよなら。